穴の周辺の繊維が詰まって、どうもこんにちは。今日コードバングツやっていきます。こいつ前回中物コルク入れてシャンク入れてソール貼ってドブ起こしてっていうところまでやりましたね。あとウィールかけて、でその後ね溝掘りをやって、で下穴を開けました。こんな感じになってて、ここに出し糸を収めるためのね溝を掘って、でこっち側にウィールでつけた目印に沿ってちょっと穴をね下穴を開けておきました。今回ちょっとしっかりめに開けちゃいました。普段はね一目ずつ縫いながら開けていくんですけど、ちょっと今回は一気に全部開けちゃいました。でもねまた穴をしっかり開け直して縫っていく必要があるんで、何針ぐらいだろうな、多分ね200針ぐらいだと思うんですけど、サクサクいっちゃいたいと思います。糸は松ヤニを縫ってテグスを先端につけてありますので、これで縫っていきます。まずはこの土踏まずの外側のところから縫っていきます。今回はここからもう細かく縫ってますね。最近ベベルドウエストばっかりやってて、ベベルドウエストってこの部分粗く縫うんで大丈夫なんで、割と楽なんですけど、今回ベベルドウエストやらないということで、ここ少し縫いにくいんですけど細かく縫っていきます。今回ピッチ10番 2.5mm 間隔ぐらいの縫い目でやってるんですけど、前回はね12番、その前も12番でいってるんで、10番と12番の差って糸目の間隔でいって 0.4mm ぐらいの間隔の違いしかないんですけど、体感ではかなり違いがあって気持ち的にも楽だし、縫い目にもその余裕が出てるような気がしますね。さっきふと思ったんですけど、これ今出し縫い 2.5mm 間隔でやってて、僕は機能的な適正としては 4,5mm で縫うのがいいんじゃないかなと思ってるんですよ。あんまり細かく縫いすぎても皮の繊維が切れちゃって縫う意味がねなくなっちゃう。アッパー縫製のミシン目とかも同じなんですけど、細かく縫えばいいってもんじゃないので、 3mm、2.5mm、2mm、1.8mm みたいな、そういうのは本当にもう見た目のだけの問題かなと思ってたんですけど、ソールを縫う時にここのソールにね穴を開けてから縫ってますけど、この穴を開けた分ソールって広がるんですよね。広がるっつってもソール全体のサイズが大きくなるというわけじゃなくて、その穴を開けたこの周辺の繊維がこうグッと詰まって、でそこが糸で埋まるって感じなんですよ。多少は全体がね少し伸びるっていうのがあるかもしれないですけど、この穴を開けた分ソールが伸びてるというよりは、穴の周辺の繊維が詰まって糸の入る空間を作ってるっていうことだとすると、細かく縫ってる方がその糸の量、それだけ長い糸を使うんで、出来上がった時のソールの中に占める糸の割合っていうのは細かい方が高いんですよね。いっぱい糸が皮の中に詰まってるっていうことです。っていうことは細かく縫ってる方がソールの繊維って詰まって密になって硬くなってんのかなって思ったんですよね。ソールが剥がれないっていう意味では 3,4mm とか 5mm で全然、いやもっと
8ミリとかでもいいような気がするんですけど、この繊維が詰まるって意味では細かく縫うっていうのにも一応意味があるのかなと、見た目以外の意味があるのかなという気がして、確かにこう細かく縫った時と粗く縫った時、このコバの感触、こうグッとソールを力入れてグッと押した時の感触ってなんとなく細かく縫ってる時の方が硬いような気がします。気がするだけなんですけど、なんか測ったわけじゃないんですけど、で硬くなると何がいいことがあるかっていうと、これも予想なんですけど、履いててコバの変形が少ないんじゃないかなという気がしますね。どうしても体重がよくかかるところとか、コバがぐっと変形してきたり歪んできたりするんですけど、もしかすると細かく手縫いでぐっと一目一目引き締めてる縫いの方が、その着用してからの歪み変形が少ないかもしれないなと思って、そんなことを思ったんで、今後靴のエイジングを見るときにはそんなところもね見てみようかなと思います。とは言ってもあんまり細かく縫うとそれはそれで革に強度がなくなって逆にコバが変形しやすくなるみたいなことがね起きそうなんで、ちょっとねその辺観察してみたいですね。とは言ってもまあそこまで影響が大きいものじゃないと思うんで、この出し縫いの細かさっていうところのメインの意味としてはやっぱりデザインですね。内側のウエストはベベルトウエストなんで縫い目が見えなくなっちゃうんで、かなり粗めに縫っていってます。はい、縫い終わりました。サクッと終わりました。時間的にはね1時間半か40分ぐらいでしたね。去年の今頃もね、10番の縫いやってたんですけど、確かね何時間だったかな、7時間6時間とかね、そんなぐらいかかったような気がしますね。で仕上がりもかなりいい感じです。こんな感じですね。かなり綺麗なんで、このままね白くステッチ残してもいいかなって思うぐらいですけど、今回は茶色に染めます。こんな感じで、もうほとんど歪みブレはないですかね。若干この辺がブレてるかなという感じがしますけど、でウエスト部分はこんな感じで粗めに塗って、ここから細かくずっと塗って、こっちの外側の土踏まずは最後まで細かく塗っていってます。アデレードでやったのと同じように、この糸を茶色くして、このギザギザウィールをかけて、もうほとんど出し縫いの存在が分かんないぐらいにしちゃうんで、これぐらい縫えてれば全く問題ないと思います。で表面をきれいに縫うのは当然なんですけど、裏もねなるべくきれいに縫おうと心がけてたんですけど、こんな感じでなかなか綺麗な感じに裏面もね縫えたんじゃないかなと思います。個人的にはこのドブ起こしのこの起こした皮、これね結構ギリギリで起こしてるんですよ。この溝を掘るギリギリのところでドブ起こしをしてるんで、ここにね縫い跡がちょっとつくんですよね。この感じとこの丸まったドブ起こしがこう丸まってる感じ、これがなんか好きです。ということで出し縫いが終わりました。いや本当になんかこのカジュアルな雰囲気がね、白ステッチでどうしようかなって迷いますね。今回茶色くしようと決めてたんですけど、白くしてもいいかな、迷っちゃうな。多分茶色くします。またね白ステッチは白ステッチでそういう靴もね作る予定がちょっとあるんで、その時にお預けという感じにしようかな。次回はコバの仕上げをやっていきたいと思います。前回のアデレード結構うまくいったんで、今回はもうちょっとねレベルアップしてさらにうまくやっていきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。